税法改正、2兆円経費可能になる。日本製鉄が US スチールを買収。M&A が加速する日本企業、ますます合併、買収、M&A。活動に参加して、その典型例として、日本製鉄が US スチールを2兆円で買収するという動きが広まりました。内部留保が世界一で、せっかくなら資産運用した方が、評価額の数字が増えるっていうことに企業もようやく気がつき始めました。僕たちも負けないように銀行の預金の2000倍以上の利回りで資産を増やしていきましょう。これはどういう背景があるかっていうと、M&A、財政的ダイナミクス。これは従来の株主還元、自社株買いとか配当とか、そういうものではなくて、成長に投資、資金を投入する手段。日本企業が資本を成長の機会に当てる手段として、US スチールへの2兆円の投資とか、大規模な M&A 取引の重要性が取り上げられています。とにかく僕たちに関係するのは、株で利益を出すかっていうことですよね。僕は YouTube の活動資金を算出するために株式投資を行っています。一緒にファイヤー目指していきましょう。税制改正で買収したお金っていうのは全額経費になるっていうこともできます。日本はその小さな企業が多すぎるっていうことで、グローバル社会で戦っていくためには合併して規模を拡大していく国の方針でしょうね。僕が1億円ぐらい持ってたら YouTube 事務所を買収した時に経費にできるっていうことなので、お金持ってる富裕層の節税のために資産相続回避のために中小企業の買収っていうことが流行るでしょうね。証券番号5401日本製鉄。ニュースになったんですよね。日本製鉄がスチールを買収したっていうこと。この発表により日本製鉄の株価は一時 6% 下落しました。買収額が割高っていう声があって、収益悪化の懸念も指摘されます。株式市場ではマイナスの評価が見られて、成功までには数十年かかるっていう可能性もっていう意見もあります。買収されたとなると株価は上がるんですよ。なぜかっていうと、保護される側になるから。逆にその買収するってなると、この US スチールのリスクを背負うことになるので、株価っていうのは落ちるんです。また、日本製鉄の買収の資金調達の問題です。これが株価に与える影響って大きいと思うんですよね。2兆円の買収に対して今持っている現金っていうのが6500億円しかないため、公募増資とか子会社の株売却などが検討されます。資金調達の方法によっては株価の下落とか EPS の悪化が懸念されるからです。日本製鉄関連の子会社に売りが出ていてマイナスの評価を受けている。特に日鉄ソリューションは 2.9% の下落。株式市場では日本製鉄関連の株価が注目されており、今後の動向が慎重に見られています。選んだきっかけとしては、配当利回りが 4.8% ってめちゃくちゃ高いんですよね。かつ財務の安定とか時価総額を考慮すると今期最も魅力的な銘柄だと思います。1兆円以上の資金を調達するためには公募増資とか子会社の売却っていうのが必要不可欠。そうなると株全体の 20% の水増しが実施されて供給過多なんじゃないですか。だからその結果株価は下落する。配当利回り 5% を超えてくるでしょうね。ここで貯金しておいたお金を全部投入しておけば定期預金 0.1% の50倍。しかも配当支払い月っていうのが12月に控えているので金効率は 5% の比にならないですよね。すぐもらえる。チャートでお得感、今検討すべきか。公募増資の選択が有力なので、株価は下落することが明らかです。配当利回り 5% を超えるまで監視するのがベストでしょう。耐えろ。今配当が高いのはわかるけど、今抑えた OK 我慢するんだ。配当金優待総合利回り。配当金安定性気まぐれか記念配当の誤差ではないか減配しないかという確認を行います。5% 近くの配当利回りをやりながら配当成功、つまり会社の利益に占める割合っていうのはなんと 20% 台で余裕ですね。利益余剰金と現物同等の推移、これも買収を視野に入れてるせいなのか過去最高を更新しています。配当金の妄想コーナー。配当金への還元に力を入れているようなので、そこら辺のみんな企業ね、減配する要素は財務上では感じさせないですね。今年から始める超初心者クラス10万円でも 5% って言ったら5000円の配当。で、僕は100株前から持っているので1万5000円。家の近くにお寿司屋さんがあって、味噌汁とサラダがセット。これで1000円。だから13回通ってもお金減らないっていうね。福利の力って、お金は幸せな時間に変える。そんな人生送りたいですよね。コミュニティメンバーに資産7000万円持っているおじさんがいて、全額投入すると7000万円の 5% って言うと350万円。やば。2021年僕が事務員の時、所得168万円で手取り14万円だったから、働いてるのがバカみたいですよね。
どうせ働くなら人間関係が良好な職場で働きたいですね。さて、どんな会社か強みは何か、自動車関係の人は知ってると思うんですけど、一般の人からすると日本製鉄って何ってなんかこういう茶色い工場があるところだよねぐらいならわかるんですけどね。事業内容、鉄鋼業をやっています。主力事業は製鉄及び鉄製製品の製造、鉄鉱石とか石炭などの材料を利用して鋼製品の製造をしています。産業向けの製品、自動車が代表的で、他にも建設、機械、エネルギー、航空宇宙など多岐にわたる産業向けに製品を提供しています。あと競争環境につきましては、国内外の競争、他の会社との争いが激しくて、中国や韓国を含むアジアのメーカーと競い合いもあります。今回のアメリカの大手企業、US スチールの買収で邪魔な会社を、買収していくっていう流れが食うか食われるかっていうのが勃発していますね。最近、日本企業の余剰資金を使った他国の買収とか株主還元の方針がすごいですね。相手の領地の侵略っていうのを日本がお金を使って買収し始めた。なんかこう中国人が土地買って日本の土地ないよみたいな感じにあるじゃないですか。逆に日本人をやり始めたっていう感じです。それはニュースに全くならないんですよね。将来の展望としては、グリーンテクノロジーの投資、環境の配慮とかカーボンニュートラルな製品開発の取り組みを強化している。グローバル市場での競争力の強化、需要の変化とか、技術革新に適応してグローバル市場の競争力を維持強化するための戦略を行っています。最近日本製鉄この工場全部払って移転したんですよね。それは日本の歴史上初めてのことなんですよ。これ作るのってもう街を作る勢い、規模なんですよ。だから違う街に行ったとすれば、そこの街の税収ってめっちゃ減るでしょうね。そんなことはどうでもいいんですけど、儲かればいいんですけどね。PER、PBR、ROE、業績、教科書の指標ではなく正しく読むためには比較を行うこと。業績、売上高、年々変動する状況、市場によって影響を受けるんですけど、鉄鋼業界のリーディングカンパニーとして安定した売上高を維持しています。類似企業の比較を行っていきましょう。PER に対して、日本製鉄が 6.9、神戸製鉄鋼が 5.6、JFE ホールディングス、これが7.3。このように業界では標準的な水準です。なんだけど、PR の銘柄全体の銘柄だと15倍が平均です。安いと投資家が思いながらも過ごしてきたんですよね。ここで、ニュースにもなってたんですけど、余剰資金を有り余った企業が割安なのは分かってるから、じゃあ我々で買ってしまおうって買収が進んでいるんです。これは今まで株主は銀行や機関投資家だけが投資していたものが、企業が余剰資金で投資してきているっていう常識が起こりつつある。PR 時系列で見ると価格は過熱感はないんですよね。で、ここの企業特徴的なのは自己資本に対する利益率が業界でも最も優れている ROE 資金効率のことなんですけど、日本製鉄今回取り上げたのが 15%、他の証券番号5406の神戸製鉄鋼が 7.1%、証券番号5411のJFE ホールディングスが 6.8% でズバ抜けてるんですよね。自己資本比率は一緒くらいなんで同じ条件下のはずなんですけど、2倍近く利益率が違うってどういうことなのかなって、めっちゃいい成績じゃん、割安なのかもしれないなと。だからこういう企業が買ってきてるっていうそういうニュースを見ました。指揮法、株主構成、特定株、不動株、時価総額、誰と戦うかがわかる。提出された報告書から以下の保有者が日本製鉄の株式を保有していることがわかります。みずほ銀行がとか証券とかアセットマネジメントとか野村証券、野村インターナショナルとか、とにかくこれらの数字からみずほ銀行及び PLC が株式を増やした一方で他の保有者は減少させたことがわかります。保有比較の増減から判断すると、結論何かっていうと全体的な減少した割合が多いようです。それは自分の会社と同規模の2兆円を買収するんですから、情報が漏れていることを考えるのが妥当ですよね。日本製鉄の余剰資金から1兆円以上の資金不足を新規株発行で供給過多になる。その結果株価が下がることになるっていうのは分かってるからね。株主構成の特徴は、機関投資家が長期保有する特定株の比率っていうのが少ないですね。僕たちが購入することができる一般株、不動株が 20% ってかなり多いこと。これが多いとどうなるか、チャートに与える影響は以下のような要因が考えられます。株価変動の敏感さ。不動株が多いと取引の少ない株式相場になって、相対的に少ない取引量でも株価に大きな変化をもたらすこと。時価総額が多いんで、またこれも考慮する必要はあるけど、流動性の高さ、不動株が多いため、市場での取引が活発に
行われやすく、買い手と売り手とマッチングがしやすくなる。だからすぐ買えてすぐ売れるってことですね。機関投資家が入っても時価総額が2兆円以上あるので、吹っ飛ばないっていうかな。価格帯をまたがないっていうのがいいところですね。機関投資家の影響の少なさ。特定株が少ないと機関投資家とか長期保有の影響力が相対的に低くなるために、市場のムーブメントに対して彼らの影響力って比較的小さくなります。個人投資家が多い信用倍率とかで、より参加者の心情が反映されると思います。信用倍率の変化、個人投資家が買っているのか足跡が見える。買収のニュースが発表されたのは12月18日の夕方なので、信用取引は15日の分しか僕は見れない。よって買収により心情の変化っていうのは来週しかわかんないですよね。信用買いが溜まっているようで、これが全部売りに転換すると株価の下がりっていうのが顕著に観測できるはずです。僕もこの株を持ってるんで、どうしようかな、損切りしようかな、エントリーしよう。アルゴリズムに任せています。チャート分析第2段階株価出来高、チャット GPT で要約をしてみる。買収発表と株価への影響。日本製鉄が US スチールを2兆円で買収すると発表した。発表後、日本製鉄の株価は一時 6% 下落した。買収額が割高っていう声があって、収益悪化の懸念が指摘されている。買収調達資金と株価への懸念。日鉄の資金は6500億円しかないため、公募増資とか子会社の売却が検討されている。新規発行ですね。資金調達の方法によって株価の下落とか EPS の悪化が懸念されている。日本製鉄関連株の値動き、子会社の株価がマイナスの評価を受けて、特に日鉄ソリューションズは 2.9% 下落。日鉄関連の株価が注目されていて、今後動きが慎重に見られている。投資判断の視点、なんで僕が選んだかっていう話ですね。高配当銘柄であるために、買収の影響を受けて配当は 5% を超えると予想しています。買収資金調達による新規株発行が予想されていて、株価下落の可能性を指摘しているから、業績の将来の展望。日本製鉄は鉄鋼製品の製造とか、自動車、建設、エネルギーの業界向けに製品を提供している。グローバル市場での競争力強化のために、今回の買収っていうのはその一環でしょうね。株主構成と特徴。機関投資家が長期保有する特定株の比率が少ない。っていうことは、その一般投資家の影響とか、他の外部の人、不動株の影響を強く受けるっていうことですね。20% と多いですから、チャートの影響、不動株が多いから株価が敏感に移動する。信用取引の動向によっては、個人投資家の心情が反映されて株価に影響を与える。信用取引と株価への影響。ニュース発表後、信用買いの動向はまだ見れてはいなかった。信用買いが溜まっているから、売りに転換して、株価の下落が観測される可能性もある。注文価格設定アルゴリズム設定の公開。さあ、出陣です。ザ・エントリー。株価はどこまで先読みされているのか予想することっていうのはできないです。今与えられている情報でエントリーを判断します。ボリュームバンド。そうだな。この2ヶ月でエントリー者が最も多いのは3149円なので、ここを起点として購入するのが良いでしょう。今後下がることを踏まえると予算の半分ほど。僕だったら200株の予算があるので、100株っていったところです。初心者の人とか、もうそんなお金ないよっていう人だったらミニ株で1個だけでもいいです。アルゴリズム注文ができるのは100株以上の1単元ということを留意しておいてくださいね。損切り価格は2866円。自動追従開始ラインは3338円。最高値から 3.5% 下落したら利益の確定。で、残りの予算半分っていうのは僕のシナリオ通りの株価3099円を下回れば買い時のチャンス到来っていうことなんで、ここでアラーム設定を行って準備しておきます。いかがでしょうか。これが期待を、もうここを重点的にね、アルゴリズム結局いくらなのかって聞きたいっていう人はそのコメントをお願いします。こういう長期保有するためにはやっぱりこういった指標とか業績とかどういう会社かっていう根拠がないと長く持てないよね、ホールドできないよねっていう人が多いとは思うんですけど、今のままでいいよっていう人はコメントをお願いします。選んだきっかけは12月14日に 40% の減配が発表されて、その結果 20% の株価下落をやっちゃった銘柄で、それでも配当利回りっていうのは 3.5% で普通に高いですよね。で、JA 農協に所属する農業に特化した化学メーカーなんで、国との癒着があるので、業績っていうのはどんどん増えているっていうところでした。いつも動画や広告をご覧いただきありがとうございます。わっけですっていう人でも、この銘柄って取り扱ってましたよね。だから僕もそれを見ていいなと思って僕なりの分析をしました。
チャートでお得感、今検討すべきか。結論言うと、買い時です。僕は先に810円で買って、しばらく買って、あれ意外とちょっと上がらないな、むしろちょっと下がったなっていう時に、200株買い増ししています。この図を見てください。みんながエントリーした購入価格帯のバンドを見ても、800円台で買った人ってめっちゃ少ないですよ。みんな結構1000円台の上の方で買ってる。じゃあ業績が悪いかっていうと、悪くなくてむしろ上がってるんですよね。良くなってる。なんでこんな下がるのかなって。原因は減配にあります。と言っても、内情は適正価格に戻っただけっていうのが僕の結論です。この配当金を見てくださいよ。22円から45円って2倍以上に上げているって正気か？気が狂ったのか？認知症の会長がいていきなり配当を倍出そうってなったのかなと。で、役員会議でもう一回やって、適正価格に28円に戻そうってなったのかなっていうくらい。22年の去年の配当22円が比較すると28円って普通に増配してるから問題ないんじゃないかなって。なんで下がったのかな？言い訳ないんじゃないのかな？配当金、優待総合、利回り、時は兼ねない。配当履歴、気まぐれか、記念配当の誤差ではないか、減配しないかという確認を行います。余剰資金と現物等々の推移。配当金の財源となる貯金ですよね。順調に推移しています。で、支払い月っていうのを注意したいのが12月じゃなくて1月と1月なんですよね。配当金もらうんだったら1ヶ月以上は持つ必要があるかな。配当成功は 20% 以下で余裕です。どっかの薬品と違いますね。今年の45円というイレギュラーを除けば10年間の増配。で、3.5% っていうのは高配当の部類に入って100株持った人は配当金2800円。で、僕の600円の全力投資だったら21万円。で、3000万円持ってるパパだったら105万円。で、7000万円持っているコミュニティのおじちゃんだったら245万円。令和3年行われた国税庁の調査によると、みんないくらぐらい稼いでるかっていうの気になりましたね。で、その結果は、フリーターとか、正規雇用の平均の年収っていうと、198万円で200万円下回るんですよね。男性は267万円で女性は162万円。あくまでは年収なんで実際の手取りっていうと200万円を大きく下回るでしょうね。もう僕も正社員で手取り13万8000円の年間所得68万円でした。やば！なんでこれを働かずにお金が増えていく人がもう日本に多く存在するんだ。なんていうの中は不公平なんだくそーって思いませんか？もうずっと思ってましたね。世の中は不公平だ。だから、有利な立場に行こう。自分で今の環境を作っているから。何しようと日本は自由の国。貧乏になるっていうのも自分の選択だからこうなってる。だから未来を変えていこう。少々取り乱しましたね。どんな会社が強みか。農薬とか、その関連の事業、化成品事業、不動産賃貸、発電、配電とか、複数の分野で活動しています。農薬だったら、殺虫剤、殺菌剤、除草剤とか、製造して国外の販売しています。で、ゴルフ場とか農地とかの農薬の販売、あとは海外にも、米国、ベルギー、インド、タイ、ブラジルとか書いてあります。化成品事業ってあって、クロロトルエンとか、クロロキレレンとか書いてあるんですけど、僕にはさっぱりわからないです。食品添加物の事業、印刷事業とか物流事業、情報サービス業、受託事業を行っている。ほんといろいろしますね。PR、PBR、ROE。業績、教科書の指標ではなく正しく読むためには比較を行うこと。株価の下落とともに PR の株価収益率の指標っていうのがめっちゃ低下してますね。5.1 倍って見たことないですよ。リーチ企業の比較を行ってみましょう。証券番号4021の日産価格 PR が 19.5。証券番号4041の日本送達PR が 9.2 倍。今回取り上げた組合化学工業が 8.7 倍。ここだと 5.1 倍って書いてあるけどね。日本農薬証券番号4997。PR が 12.4 倍。だからめっちゃ割安なんですよね。この 5.1 倍って。数字が間違ってるのかな？業績、売上、利益に関しても海外展開をしていて順調に推移しています。日本が衰退していこうと問題ないんですね。資金効率もなんか役所仕事で仕事あんまりしないっていうイメージがあるんですけど、13.5 倍っていう既得権益でがっつり儲けていますね。基本株主構成、特定株、不動株、時価総額、誰と戦うかがわかる。株主構成は超標準的で、不動株、特定株、未公開株、すべて標準の値です。大量保有報告書、直近1年間見ましたけど、これもない。金融機関の影響力っていうのは大きいんですけど、銀行とか農協の持ち合い株なんで、キャピタルゲインのように派手に売るっていう人はいない。今回暴落はなぜ起こったのか、余計に謎と思いますね。信用倍率の変化、個人投資家が買っているのか、足跡が見える。業績の配当が良くて株価だけが下がる。この乖離は個人投資家では魅力的に感じているんでしょうかね。まだこれから下がると思って信用売りをしている人もいるんだけど、その6倍の人数がこれから上がると信用買いをしています。ちなみに配当月は12月じゃなくて1月っていうことを忘れないでください。チャート分析大段階。僕が今まで言ったことをチャット GP に出力させて、僕がまた言います。選択理由と株の動向。
12月14日に 40% の配当減少が発表されて、株価は 20% 下落した。でも配当利回りは 3.5% 残っている。農業に特化した化学メーカーで JA 農協に所属している。現在は買い時であるという結論を僕がやって、810円台で購入をして合計200株持っている。配当関連情報。配当の減少は適正価格への調整であり、今年は増配も行っている。実質の増配ですね。過去10年間の増配が継続中で 3.5% 高配当を提供している。という会社の事業内容、農薬、農業関係、化成品、不動産賃貸、発電、売電とか複数の事業分野で活動していることが強み。逆に言うと分析しづらいですよね。業績指標の比較 PR 株価収益率が 5.1 倍であり、他の類似企業と比較して低い水準にあります。売上が順調に推移していて、資金効率も 13.5% でめっちゃ高い。株主構成と信用倍率。株主構成は標準的に信用倍率の変化から個人投資家の興味が伺える。信用売りと信用買いの動きがあって、個人投資家の興味が集まっているっていうことがわかります。これらの情報を通して、投資家がこの株についての分析配当利回り、会社の業績などを考慮して株価を判断していこうということです。さて、始まりました。注文確設定、アルゴリズム設定の公開、損切りラインとか、オリオンバンドからエントリーした人間は、808円台付近なので、ここを起点とします。810円までだったらエントリーして問題ないでしょう。損切りラインは、737円。念のためにアラーム設定で750円設定して、通知されたら損切りしようかなって、いつ売ろうかなってもう売られるんだろうなって心の覚悟を決めてください。アルゴリズムには原則従います。配当金2倍以上の859円。これを超えてきたら、指標の指値の自動修正を起動させます。アルゴリズムだと自動で起動されるんです。この時点で下がろうが僕の勝ち、みんなの勝ち確定。上がると指値より高値で約定します。チャート図の高値が 3.5% 下落したら売却撤退して利益の確定を行う。欲張っても負けるだけなんで、リスクを増やすだけ。はい、皆さんお疲れ様でした。動画いかがでしたでしょうか？一応銘柄を紹介したんですけど、今は下がり相場で現金率を高めて我慢するシーズンだと僕思ってます。もちろんこうやって写真のようにアラームセット、これがめちゃくちゃ溜まって、なんだかんだ言って2023年って10日切ってるんですよね。今年はどんな年でしたか？資産はいくら増えましたか？僕はニートやりながら120万円のキャピタルと12万円の配当金をもらいました。17万円に 20% の配当金、20% の税金取られるって思うかもしれないですけど、所得がゼロになるので、全額返ってきますね。2024年は投資金750万円にして、前年と比べて150万円増額して挑みます。他にも魅力的な銘柄だなって思ったのは、このスーツの青木、証券番号8214ですね。これが配当利回りが意外と高くて、これ見た感じ、ちょっと切れてるけど 3.5% なんですよね。売上も好調で、配当金最近元に戻してきているので、割安化っていうと、指標を見ると、この業績が売上が戻ってきてるので、この PR っていうのは割安の下になってるんですね。だから買い時だなと。もう一つは証券番号9997のベルナ。これも配当利回りがちょっと切れてるけど 3.4% です。最近株価はめちゃくちゃ落ちてきてるので、買い時だ、そろそろ拾おうかなっていうところ、レンジ相場なので、5032の A2 カラー。なんでこれ監視してるかっていうと、僕が VTuber だからですね。株価最近ね、めっちゃこれ下げたので、買って、30分だけ持って3500円儲けて、お寿司食べに行きましたね。でもあの時持ってればよかったな、株主総会出たいなとも思ってます。だからまた買おう。あとは、エネオス女性抱きつき社長退任辞任っていうのが面白いですね。これ取り上げたらめっちゃ面白いだろうなと思ったんですけど、ただでさえ日本製鉄の買収2兆円っていうのがインパクト大きいので、ちょっと被るとね、YouTube 運営はどっちの話題かなみたいな、雑談かなってなっちゃうので、やっぱり一曲集中することにしました。またこれエネオスって来週か、また大きいニュースがあればね、上書きされていくかなと思ってます。人間ってどんどん忘れていくからね。問題なのはこの株価の影響どれくらい下がるのかな。配当金高いので、お手頃価格、いやこれも株価操作の一環なのかなっていう、どこか証拠っていうのがあるのかなって、内部報告ってどういうこと？はめられたんじゃないかなとか。チャンネル運営をやっていて、僕が悩んでることがあります。VTuber 事務所を創設して、投資系の VTuber がマネタイズできる職場っていうのを作りたいと思ってます。そのためには莫大な施設投資とかね、外注費、また VTuber キャストの給料もやっぱり払った方がいいなって、やっぱ無名からやってくる人たち、僕が声をかけていきたいなと思ったので、そのためにも何としてもお金っていうのは欲しい。今自分が暮らすのに必要なお金っていうのは確保できたけど、もう恋人とか家族とかね、高級車、車とかそんな余裕はない。どうやってお金を算出するか。もういつも悩んでいます。こういう時いつも思うんですよね。お金があれば、お金
があれば悩みは解決される、そんな状態です。方法は2つです。どうやって算出するかってお金を稼ぐかっていうのは、YouTube 事業でサブチャンネルを収益に特化させて活動資金を算出するっていう方法。もう一つがデイトレードで高いリスクで毎日稼ぐっていうこと。どっちもできなくはないとは思うんです。正直、外注化の方は確率はあるんですよね。ちゃんとやってから言えってね、実績で言えっていう感じですよね。デイトレードは精神が結構すり減るので、極力やりたくない。なんとしてもやり遂げないといけない。お金がこんなに欲しいと思ったことはなかった。チャンネルの運営についてロジックを深めていろんなことを勉強してきた。残る最後の課題がお金となりました。ツイッターで何万稼いだとかね、そういうツイートを見て本当に悔しくなります。人と比べるのは無意味で不幸になるってことはもうアトラ心理学でもう十分勉強してます。ただ短期間であったり、モチベーションのためには闘争心というものは必要だと僕は思います。他人と比較して、嫉妬して、お金がないことに劣等感を抱く。この期間は必要。悔しいと思える。人間は苦しみから逃れようとするときに最大の力を発揮する。パワハラにあった時も反撃したのもそう。役員に、会社に追うこともそう。トヨタパワハラってすごい問題になる。今までニュースにならないっていうのはめっちゃいい待遇受けてねじ伏せてきたから、僕もそういう交渉がありましたね。でも僕はやっぱり証拠があったからよかったです。データがね。まあとにかく今は無理をするとき、僕はいける、目的を達成できる、こんなもんじゃねえ。もっといけ、先の景色が見たい。興味がある人はチャンネルの応援お願いいたします。VTuber とか関係ない。とにかくみんなに認められたい承認欲求。もうそれがなんだ、全開だ、欲しい。もう来年待たずにね。今から犬様のような闘争心で実績を作ることに命をかける。2回目の人生、今度こそはこう特別に生きたい。妹で僕が支えてくる。もう一人の僕が支えてくるんだ。この先の景色が見たい。見たい建造をもっとワクワクさせろよ。では皆さんまた来週の動画でお会いしましょう。皆さんはどういう挑戦をしますか？どういう気持ちで生きていますか？全力で生きていきましょう。彼方のスピードの秘密を盗めるものなら盗みてえ。